こんにちは、近藤美穂です。今日はタイトルにもありますように、ツインレイの情報を発信している私自身が、不倫についてどのように考えているのか、そして不倫の関係性におけるツインレイの実際はどうであるのかについてのお話をしたいと思います。それではシリウス中継、スタート。ツインレイは多くの場合、スムーズに二人が一緒になれない状況で出会うため、どちらか一方、あるいは双方が結婚している状態で出会う場合もあります。しかし、結婚しているのに、他の誰かと愛し合えば、世間一般的には不倫という不実な愛の形となってしまいます。正直なところ、不倫というネガティブなイメージの言葉をツインレイの関係性に当てはめるのには少し抵抗がありますが、どんなに真実の愛の関係であったとしても、現実の形を見れば不倫と呼ばれる間柄になってしまいます。そのため、誰にも話をしたり相談することもできなくて、孤独な状況にあったり、後ろめたい思いをされている方や、現状をどうにかして突破するための努力を必死に続けられている方もいらっしゃると思いますが、中にはツインレイを言い訳にして肯定化される方もいらっしゃいます。では、ツインレイであるなら不倫は認められるのでしょうか？ツインレイであるなら不倫の関係性は仕方ないのでしょうか？これはあくまでも私個人の意見ですが、ツインレイの不倫に関して私は基本的に肯定的ではありません。どうにもならない状況は理解していますが、なるべく早くそこから抜け出して、正しく生きることをサポートしたいと思っています。そして、不倫を肯定化して、都合の良い関係を続けることを、ツインレイの道はサポートしていないと思っています。では、ツインレイと出会ったら、すぐに離婚すべきでしょうか？可能であれば、それが最善だと思います。それは何より、自分の真実に生きることができるからです。そうは言っても、子供がいる場合は、それは容易でないこともわかっています。そして多くの場合、そのことで皆さんとても悩まれていると思います。自分の願望や幸せを優先すべきなのか、それとも家族のために自分の真実を隠して生きていくべきなのか、とても難しい問題ですが、私はいつもそこにある心を見てお話ししています。それは相手と一刻も早く一緒になりたいという自分都合の理由の離婚であるなら、物事はうまく運ばないからです。でも自立して偽りのない環境の中で子供をしっかりと育て上げるための離婚であるなら、物事は進んでいくと思います。その理由は、ツインレイの道は、今世向き合うべき三次元の課題をすべて完了して、次なる次元へ移行する道です。そのため、今の課題を投げ出して、カルマを残すような行動は、サポートされるはずがないからです。ましてや、子供を置いて家を出る選択をするのは論外で、ツインレイの歩む道ではないでしょう。ただし、子供を置いて出て行ってくれと言われたような、やむを得ない場合や、子供が自らの意思で出て行きたくないと希望した場合を除いてですが。では自分が独身で、相手が結婚していたり、自分も相手も結婚している場合で、相手側の離婚を望むことは、ツインレイ的にはどうでしょうか？それは先ほどお話ししたように、カルマを残す行動はサポートされていないため、相手に子供がいる場合や、現在のパートナーとの間にカルマが残されている場合、相手側の離婚を望んでも、
すぐに離婚することはないと思います。そもそも子供を連れて一緒に来てほしいと願うのならまだしも、子供を置いてきてほしいというのは自分都合でしかありません。考えてみましょう。離れている間に愛は募るものです。二人が会えない時間、あなたに会いたくて愛を募らせていた相手が、子供を置いてあなたのところに来た時から、今度は離れている子供に愛を募らせるかもしれません。さらには子供を置いてきてしまった自分を責め続けるかもしれません。そのような姿を目にしたいでしょうか。私ならそれは嫌です。子供をしっかりと育て上げてから来てほしいと願います。その間何年かかろうとも相手が課題を終えるまで待ちます。私はそれが本当の愛だと思っています。いろいろと例えばのお話をしましたが、ではツインレイの実際はどうでしょうか。以前もお話ししましたように、子育てなどの向き合わなければならない課題がある場合、自分が結婚した状態であっても、離婚した状態であっても、ツインレイの相手とは思うようにことが運ばないことが多いです。その理由は、お互いの課題をクリアするサポートをお互いに促しているからで、課題を終えるまでは必要最低限のつながりはキープされますが、頻繁に会ったり毎日のようにやりとりを続けるような、いわゆる普通に付き合っている状態にはならないことが多いです。そしてお互いが課題に向き合っている時間は、基本的にサイレントに近い状態になることが多く、お互いの実生活に支障をきたすような課題をクリアすることを妨害する関係にはなり得ません。今の欲望に溺れて都合の良い関わりを続けようとしても、運命が二人をあるべき方向へと引き離すと思います。結局のところ、ツインレイが不倫をしようと思っても、一般的な不倫の形にならないというのがツインレイの実際だと思います。以上です。現在結婚している方にとっては、少し厳しいお話であったかもしれませんが、ツインレイの道が不倫の関係を容認するような甘い世界ではないということを知っていただければ、少しでもなぜという疑問を減らして、課題に向き合う力になると信じて今回発信してみました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。シリウス中継を終わります。